はい、こんにちは、柴崎です。ねえ、もうすっかり春になってきましたね。お元気ですか？そういうこと。柴崎もね、ご覧のように、おかげさまでね、今日も元気に絵を描いています。さて、今回のテーマはね、こちらです。はい。ね、知ってます？アクリル絵の具ですね。ターナーのアクリル絵の具です。久々にね、これを使ってね、またあの書き方で、柴崎楽しんでみようかなと思ってます。さて、ね、このターナー、そして柴崎はどう書くかね。では、ゆっくりご覧くださいね。さあ、それじゃあやってみましょうね。今日使う、これね、ターナーのアクリルですね。U35。はい。中はこうなっています。はい。これ以前ね、使ってお見せしたことあるんですけどね。じゃあ、早速やってみましょうね。さて、今日使う画材は、なんと、このね、柴崎の指とペインティングナイフだけです。いってみますよ。じゃあ、まず空ですね。はい。まず、これ、まず、思いつきで色を置いてます。はい。こんな色でいいかな、みたいな感じですね。よくね、柴崎の動画を見てくれる人でね、結構適当に描いてるように見えるんですけど、でもやっぱり最後の締めくくりはちゃんと決まってるんでしょって言うけどね、100% 決まってるわけじゃないんですね。はい。じゃあまず水を吹きかけますね。今日これね、描いてるのは、指ですよ。混ぜます。気持ちがいいね。今日描いてるのはね、これ段ボールです。だからね、すぐ水が吸い込んじゃうからね、頻繁に、それじゃなくたってアクリル乾きやすいのにね、柴崎無謀にも段ボールに書いてます。はい。厚紙ですね。カルトンです。ザザッと伸ばしました。また、色を置きますね。まず、というか明るくですね。はい。そして、伸ばすんですけど、もう本当に水があっという間に吸い込んじゃうからね。水を吹きかけながらですね、書いていきますよ。はい。なんとなく雲のイメージで今塗ってるんですけどね。色はちょっと浅いかな。もうちょっと複雑な色にしたいんだな。まず水をかけて、柔らかくしてね。今度は伸ばしやすい。こうです。このね、手で描くとね、すごく面白いんですよ。やっぱり筆で描くのとは当然違うんだけど、やっぱりね、本当に五感を使って描いてるって感じですね。五感の一つ。この触覚ですね。触感。これがね、いいんですね。健康的には、ね、手で直接絵の具を触っていいかどうかわかんないんですけども、描いていた感覚は楽しいです。さあ、ざっと伸ばしましたよ。もうちょっとね、色深み出そうかな。ちょっと赤系の色だけどね。これはちょっぴりがいいんだけどね。適当に出しますね。はい。から黄色系の色ですね。こういう色、何と何をどのくらいの割合で置いてってね、もうこれはもうイメージと目分量なんですよね。もうよく柴崎言うんだけど、もう完全にね、お料理と同じです。ね、お塩が少々、お砂糖が少々、そして後でお醤油とかですね、そんな感じなんですよね。だからね、ここはね、なかなか教え事にならないんだけどね。はい。じゃあ少しこんな色を足してですね、全体に伸ばしますね。ほら、なんか楽しくなったね。やっぱり暖色って大事だね。よしよし。こうだぞ。じゃあ、ここでまた改めて白乗っけますね。これね、どのくらい乗っけようかちょっと悩むんだけどね。
どこに置こうかな。これいいか。はい。さあ、いよいよこれで本番にやってきますよ。ね。こうやってね、くり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 やっててね。雲の立体感みたいなのね、出すの面白いのね。はい。この辺かな。はい。まあ、できるだけ、まあ、空は、まあ、特に雲ね、副次的な要素ですから、あんまりこう、ね、強く書いたりオーバークにならないようにだけ、ちょっと注意しますね。はい。じゃあ今度は円形の山描きます。まあ、円形の山だからブルー系の色でいきますね。はい。あれ、出てこないけど、これね、チューブでいきなり出すってのはね、量が加減できなくてね、ちょっとドキドキするんですけど、またそれが面白いのね。はい。もういろいろと、だいたいこんな色がいいかなっていうのを適当にこう置いてきます。アンバー系の色とかね。はい。これナイフで混ぜようかな。はい。全然出てこないね。あれかといってこれね、強く押すとビューって出ちゃうからね、こういうやり方難しいのよね。はい。じゃあ水を吹きつけていきます。まあ、ナイフでやろうと思ったけど、まず、ちょっと手で混合してみるね。うん。まあ、何色かな。これね、どうですかね。これね、偶然にできる混色の具合もね、楽しいんですよ。はい。ナイフでいきます。ちょっとこう、ね、エッジを決めたりしてね。まあ、いかにも山かな、みたいな感じです。でも円形だからね。まあ、ほどほどなんですけどね。はい。じゃあ、だんだん手前へと来ますよ。まあ、当然、手前の方が、こうね、まあ、暖色系でちょっと暗めの色です。こうするとね、奥行きが出るんだよね。空気遠近法というわけです。はい。じゃあ指でくるくるくると混ぜていきます。どうだろうかね。あなたがこれ見た感想は。もう柴崎、本当楽しく描いてるんですけど、見てくれて楽しいですか？ねえ、楽しんでくれると嬉しいんだけどな。はい。じゃあ、どんどん色を出していきます。本当に思いつき目分量です。こんな感じかな。これにちょっと暗いパターンにしたいんだけどね。はい。こんな感じですね。はい。また水を吹きつけて混ぜます。ぐちゅ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 。ね。手前だから少しサイド高くですね。はい。こうかな。でこれでですね、これのね、形見えたでしょ？形を残して塗りました。この、まあ油絵もそうだけどアクリルもですね、まあ難しく考えれば難しいかわかんないんだけど、まあ単純に考えると不透明の画材だから、まあ本当に楽しく無邪気に描けるんですね。はい。これこんな色でいいかな。このくらいねえ。はい。人の頭です。わかってるよね。はい。こんな感じ。もう、はい。色適当にこう、目分量で置いてます。このね、本当に適当にあって、なんか、それ僕ができた時嬉しいよね。できましたなんて自分で。ね、柴崎一人で嬉しいんですけどね。はい、こうです。うん。何を書くか見えてきたでしょうかね。はい。これ髪の毛のとこですね。だから少し混ぜ方ね、髪の毛らしく、まあ、混ぜてるつもりなんですけど、ここお顔です。まず白ですね。はい。とにかくね、この厚紙、カルトンの上に書いてるからですね、すぐ色が吸い込まれちゃうんですよね。だからまず白を塗りますね。あれ、出てこないじゃないか。出てきた。いきなり、チューブからいきなり画面に置くのもうやめようかな。難しいのよ。ね、ちょっとぼかしかけます。はい。もう、パレットに今、絵の具出して指で持ってきますね。こうやってね。その方が
やりやすいから。無理やりチューブでね、画面でトントンやる必要もないもんね。はい。ちょっとぼかします。これね、指でやるとうまくぼけるんですよ。筆でやるよりもいいね。うん。これから絵描くとき指専門になろうかな。指で、指で描いてるやつがいるよってなったら、もっと皆さん注目してくれるかな。はい。こんなんですね。しかし、ここまで描いてみて分かったんだけど、このターナーのこのアクリルは、すごいですね。なんて書いてあるこれ。うん。普通ね、アクリル、まあ、あんまりいろいろ、他のメーカー行っちゃうとまた問題があるかと思うから言えないんだけど、やっぱりね、まあ、アクリルの特徴で、こう、色がね、半透明なんですよね。だから結構ね、色も弱くて、それで、なんて言いますか、乾くとね、急に暗くなったりするんですよね。それがね、このタナのこのアクリル、それが感じられないですね。だからほら、もうすっごく色が綺麗に出て、それがあんまり変化しないんだよね。ちゃんとそのまま保ってるんだよね。今気づきました、書いていて。いいな、このアクリルのが。これからターナー専用に使おうかな。すごくいいですね。はい。ね、指ばっかりだとナイフも使いますって言ってたからね、ちょっとナイフも使ってお見せしますね。はい、こんな具合で。ナイフを使うときはね、ナイフの先端だったり、こうやってエッジの部分を使ったりですね。そうやってこう書くと、ナイフ独特のね、味が出ていいんですね。はい、こういうとこです。こういうとこですね。はい、エッジ決めてね、幅広くですね。ね、こんな感じです。ほら、なんかもう見えてきた？はい。ねえ、くっとこうね、こういうとこ無理やりナイフで塗ってね、なんかパターンを決めるってなるとね、筆で塗るよりも思い切りよく表現しなきゃいけないからですね、絵がね、なんか強くなるんだよね。うん。それ、柴崎好きですね。はい。筆だとついね、中間みたいなことしたくなるんだけど、ナイフはね、それがあんまないからですね、強いか弱いかみたいなね、どっちが勝負だみたいな感じになるんですね。それがいいですね。はい。はい。また白手につけてきて、ちょっとこれね、微妙にぼかしかけますね。はい。もう本当にこのトーナのアクリルいいですね。よしよし。こんな具合でね。じゃあ今度はこっち、アクリルどんどんね、ナイフで塗っていきます。はい。ナイフでやると本当、表現が強くなるし、ね、思わぬ効果が出たりするんだよね。それが楽しいですね。はい。じゃあ今度はこっちですね。円形、中形ですね。はい。だんだん鮮やかな色ですね。はい。絵の具を置く感じにして、ナイフとか、指でちょっと養生するという感じです。これだよね。うん。これね、もうかなりイメージの展開なんですけどね。はい。あんまり厳密には決まってません。ただ絵ですので、ね、目があったら案があるっていう感じですね。そうやってサンドイッチで描いていきます。明るい暗い、明るい暗いという感じですね。はい。こういうとこね、ほら、エッジ決まるでしょ。こういうのね、ナイフの得意技なんですよ、これ。ええこうね、エッジが決まるっていうのはね、いいんですね。はい。こうですね。はい。当然これは、柴崎、うちのつもりで書いてるんですね。はい。よいしょと、このくらいかな。うん。そうなんですね。はい。
こうやってこう混ぜるとね、なんかそれっぽく見えるからね、なんて言いますか、ね、この筆じゃない、ナイフってのは、いい画材ですね。はい。で、ここね、赤を塗りますね。ちょっとアクセントカラーですよ。こういうとこを無理やり指とナイフで表現します。今日は最初にね、あなたに、指とナイフで描きますって言っちゃいましたからね。柴崎、痩せ我慢して描きます。はい。どうかなねえ。よし、で、後ろ、木描くね。はい。今度はナイフで全面的にいってみようかな。うん。ね。だから、お顔のあたりはね、指でちょっと柔らかな感じに、後ろはできるだけナイフの、硬質な感じでやってみようかな。はい。だんだんとね。これが面白いのよね。よいしょっと、このエッジでね、この木の枝なんか描いてるんですね。はい。こんなくらいかな。なんか変な形の木だけど、変な形がまた面白いんだよね。常識を覆すというね。そんな木本当にあるんですかみたいな。それでいいんですよね。はい。じゃあ、どんどんこの調子で前景描いちゃいますね。もう手前だからそれぞれね、色をはっきり分けるようにしてですね。で、このナイフでこうやってね、描いていくと、ね、そういうふうに見えてくるんですね。そういうふうに見えてくるっていう言い方変かな。そうなんですよ。はい。こっちちょっと明るくしようかな。この人のお洋服は明るいからですね。やっぱりだから周りを暗くすると、やっぱりこの人物は目立つんですけども、やっぱりただ目立つだけじゃダメですねってね。つながりっていうかですね。この関連性っていうのは大事ですので、白い明るいお洋服なので、向かって左側の方も明るくつなげちゃうとかね、そういう感じが大事です。はい。こんなんです。ちょっとお花を摘んでるような感じにしたいんだけどね。こんなんでいいかな。今日全部塗らないでしょうかな。その方がいいかな。せっかくこのカルトン、段ボールがね、なんか渋い感じがしてるから残しましょうか。はい。お花ですね。ちょっと描いて、はい。ちょっと描きすぎかな。いいかな。こんなんだよね。ぼちぼちと。はい。よいしょっと。ここにもね、お花。はい。じゃあ、目描くね。もうこれはね、難しいんだ、これが。よいしょ。ちょっと描きすぎたかな。ちょっと弱くしたいな。いいかな。はい。はい。出来上がりです。はい。描き上がりましたよ。ねえ。指とペインティングナイフでやったんですね。ぜひね、これは、どのくらいお勧めできるかわかんないけど、柴崎だとね、やってみた感じ、とても楽しくてね、これはやってみる価値があるなと思います。どういうふうに楽しいかというとね、この食感が楽しいんですよね。はい。ということで、今回は柴崎はターナーの絵の具を使って指とペインティングナイフで描きました。楽しんでもらいましたか？また次回ね、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思っています。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうも長い時間、最後までね、ありがとう。またお会いしましょう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない
柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それが柴厚です。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。